はい、よろしく。世界中ね、いくつか回りましたけど、2年かけてね、回ってきましたが、これまではコロナ禍があったので、自由にね、これまでのように回ってなかったので、久しぶりにたくさん回ることができて、たくさんファンが待っててくれたので、嬉しかったです。レッサーパンダで、レッサーパンダは持ってきてないけど、加湿器、ヒューミディファイアをいつもどこに行く時も持って行って、なんかヨーロッパ寒いね。そうですよ。It's cold city。なんかどこのホテルも25度以上なんか上げないみたいね。そうあなたの家も寒いですか？めっちゃ寒い。でももう加湿器ないともっと寒いんで、なんとか。でも風邪ひいちゃったんだけど。I catch cold。レッサーパンダ持ってないから。レッサーパンダ持ってないからか。じゃ Oh my あ gosh。ちょっと待ってね。持ってね。ちょっと待ってね。くれるんかい。Oh my gosh。Oh my gosh。これでじゃあ温まります。よかったね。Thank you。そうですね。行ったことないところにも行きたいなと思ってたんですけど、うちのスタッフが選んだのが、オランダとスウェーデンでした。もともと来たかったんで、それ見た時は嬉しかったです。まあこれまでずっと回ってきてたので、まあコロナ禍が終わったら再開しようと思ってたんですけど、やっぱり今円がすごく安くてすごいリスクが高いですが、まあせっかくこれまでやってきたのだから、ここで完全に終わらせるのはもったいないし、無理してでも赤字になってでも行ってみたいなと思って再開しまして、もうこれからはあまり回ることはないかなと思いながら、のスタートでしたけど、やっぱり現地にねたくさんこれまでと同じように待ってくれてる人がたくさんいたので、やりながらね、また彼らに会いたいなと思う気持ちで今回っています。もともとはあんまり期待してなかったです。正直言ってもうファンも随分会ってなかったし、あんまり来てくれないんじゃないかなとか忘れてるんじゃないかなとかいう不安の方が大きかったですね。しかし回ってみてこれまでの熱量と変わらないところもあったり、もっと盛り上がったり、やっぱり音楽性がまたどんどんヘビーな方向に行っているので、お客さんもやっぱそれを理解してどんどんクレイジーなライブができるようになってきたのを見て、すごい成長を感じました。なので明日はこのスウェーデンでこのツアーのワールドツアーの最後を迎えますけど、このね2年のツアーの成果をねそこで披露したいなと思っています。次のオーケストラツアーは、まずは国内日本の中でツアーを回るんですが、僕のファーストアルバムがレントゲンっていうアルバムなんですけど、それのパート2にあたります。でなのですごく声がウィスパーだったりこのロックな雰囲気とまるで違うんですけど、それはそれでオーケストラですごい迫力があったり面白いコンサートができます。もともとそのレントゲンっていうアルバムは僕が好きなアーティストの影響もあってすごくウィスパーなんですけど、その中の影響を受けた一人がここの出身のアーティストで、スティーナ・ノルデンスタウン
が僕その当時大好きだったんで、だからこのスウェーデンに来れたのすごいハッピーです。どうでしょう。その彼らのは結構ヘビーなサウンドを作るので、あのやっぱお客さんのノリがすごいハイテンションになりやすいかなと思います。特に今やってる、クリスタル・レイクの曲は今ウォール・オブ・デスとかをやるようになったりとか、すごいクレイジーな雰囲気でやれてるのですごい面白いですよ。僕本当はその人見知りって分かりますか？あんまり人と会うの苦手なんですけど、だからコラボレーションも本当はそんなに得意ではないんですが、なのでね、日本にいるとどうしてもそういう人とつながりがなくなってしまうので、でも次のアルバムできればそれこそスティーナとかが入ってくんないかなとか思ったりしてるんですけど、そうですね、次はぜひヨーロッパに住みたいなと思ってます。でも寒いのは嫌だな。その次の時期のネクストアルバムはすごく雰囲気あるかな。コラボレーションする曲ってやっぱみんなが知ってる曲をやるので、まあできる限り人気のある曲をやるとやっぱみんな知ってるからすごい乗りやすい。やっぱり知ってる曲ってすごい強いですよね。なのでできる限り盛り上がる曲を選ぶんですけど、まあ日本人が知ってそうな、ポピュラーな曲を選びますね。そうですね、まあ自分が作った曲だったりとか、そうそう、まあハニーとかなんで、まあもっとね海外の人は認知してる曲はあるとは思うんですけど、一応やっぱ自分の曲の方がいいかなと思って選びました。もう AI はもう本当に作曲というものを多分こう数年で変えてしまうと思います。僕らが作るのと同じようなサウンドを AI が作るんじゃないかなと思います。だから作曲だけで生きてる人は大変でしょうね。でも僕らはライブがあるので、ライブは多分まだここ数百年は AI にはできないと思うので、そこしかないですね、むしろね。そうそうそう。まあでもあれプログラミングだからリアルタイムで変化するようになったりするとまたあと多分数十年そう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 。ね。まあでも怖いよね。チェンジする。だって彼らもいくらでもかっこよくできるからね。ね、プログラミングで。まあね。でもまあ黒ばっかりな。僕はその色弱だけど黒ばっかりなので、あまり色は関係ないし、まあ絵を描くほど色に関してはあまり関係ないかなと思うんで、だから自由に音楽と似てて自由に、素材から選んでいって、もう少し色を塗って絵を描くよりは自由に作ることができます。Yeah. I know. これ。Cool. Very cool. いや、かっこいい。どう考えますか？いやもう、ハイズさん結構マッチョですね。本当だね。Wow. Cool.
ゲームだったら彼に負けません。じゃあ実際は実際は負けます。ムーンチャイルドの中で2人ガクトとハイドは死んだので2はないですね。でも彼ら太陽に燃えたので、そうそうそうまあねいやいや、ネクストはまた別の、そうですね、別のヴァンパイアムービーになるかな。別のいや OK でもヨシキは本当にヴァンパイアですから。そうかもしれません、うん。とても素晴らしいツアーでした。ハイド・インサイドというアルバム自体もすごく攻撃的で、自分の中でも一番ヘビーなアルバムとなりましたが、それに伴ってお客さんもどんどんクレイジーになっていって、が理想とするようなコンサートがもうほぼ出来上がって、それをねこのスウェーデンで最後を迎える。ちょっとスウェーデンのお客さんがどこまで盛り上がってくれるかは初めてなんでわからないですけど、少なくとも我々はこれまでの経験を生かして展開をするので、それをね、皆さん楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。明日のコンサートをすごい楽しみにしています。ありがとうございます。